ヘビさん、間違って自分の体に噛みついてしまう。情報量が多すぎる。最初気づかなかった。ひえ。ガラガラヘビか。何生きとんねん。漫画とかで出てくるやつやん。だからベ兄貴は切った頭を砂に埋めてたよね。そうはならんやろ。脳がないのにどこで痛み感じとるんや。痛覚じゃなくてただの反射や。トラックを締め付ける巨大ヘビが SNS を震撼させていた件。大昔にいたらしい北のボアならあるいは。エドウッドの映画よりひどい惨状。全く動かないヘビちゃんで草。曲がったところのシワがまんまスポンジ。逆にこんだけ太いとダクトっぽくてあんまり怖くないね。ここで偽物だと笑ってる人間から順番にパニック映画では食われるんだよな。怪獣感がすごい。藤岡弘隊長と探検隊の皆さんならものすごくいいリアクションを見せてくれるだろう。この映像に映っているヘビとトラックは実在する。ただしヘビは本物ではない。ある動物園に置かれている展示品だったのだ。突然変異で巨大化したヘビがはびこるオーストラリアの島。自然の宝庫と呼ばれるオーストラリアには、多種多様なヘビが生息している。その中で、特に猛毒とされているのが、タイガースネークだ。タイガースネークは、本土以外ではタスマニア沖にある小さな島、マウントチャペル島に生息しているが、現在この島のタイガースネークに突然変異が発生しているという。本当に生息する同種と比較すると、マウントチャペル島のタイガースネークは巨大化しサイズが2倍にもなっている。その理由は自然選択による適応進化とされている。この島でタイガースネークが餌としている鳥のヒナは成長が早く、大きくなったヒナを食べるためにヘビの頭のサイズも進化し、それに合わせて体も長く太くなったようだ。普通に危険じゃないか。頭部の節割れがかっこいい。いやもしかして、島の外の人間に教えるのがもったいないほどこのヘビがうまいのでは？ヘビは毒性よりもその気性の方が人間との危険に影響する。いくら有害でないと言っても毒性は最悪でアボーンしたい気持ちは抑えきれんよ。ヘビを飲み込んだヘビの動画が衝撃的すぎる。徐々に出てきます。長いです。出てきました。茶色のヘビは生きているようです。いや、生きてるんかい。運のいいやつだな。衝撃的すぎる。閲覧注意。何この本気度。猛毒ヘビそっくりに擬態する蝶のさなぎが発見されるトリニダード・トバゴ。どう見てもヘビ。しかもヘビ類中最大の毒牙を持つと言われているガボンアダーにそっくりだ。実はこれ、ダリウスフクロウチョウのさなぎである。蝶の幼虫がヘビに擬態したり、成虫の羽がヘビ模様だったりすることは知られているが、さなぎまでもが本格スネーク仕様なのだというから驚きだ。ガボンアダーはアフリカ大陸中部から南部にかけて生息する、体長1メートルを超える巨大なヘビ。毒牙の長さは5センチメートルに達し、ヘビ類中最大の毒牙を持つ。その毒は出血毒で一噛みされると 350mg の毒を出す。人間の致死量は約 60mg。というのだから、一噛みで6人が死んでしまうレベルの強烈さだ。すごすぎる。神様は、いるな。誰がそこまでしろと。昆虫って色見えないんでしょ？なんでこんなリアルな色出してんの？天敵が少しヘビっぽいやつを避けての繰り返しでこうなるんだよな。予想以上に完成度高かった。人生で初めて購入した家は、10匹ものヘビが壁の中を這い回るヘビの館だった。ネズミに悩まされる心配はないな。子供の頃住んでた家に青大将がおった。たくさんネズミがいるのとどっちがいいんだろ？ヘビ駆除したら今度はネズミや虫が大量発生したりして。いぶしたら出ていきそうな気はするけどね。何を食べて成長してるんだろう？話題になったアニメ錦蛇の脱走も見つかったのは民家の屋根裏だったね。そいつはヘビーだな。それはヘビーな話だったね。
謎の死を遂げた蛇大量界男性の死因がついに特定される。やはり毒蛇に噛まれていた。なぜ違法なのか、身をもって体験することになったね。飼育されてる危険生物が逃げ出して大騒ぎになる事件ちょいちょいあるよな。世話の最中に噛まれて、慌ててケージはきちんと閉めたけど結局は、ということかな。なお現在、これらの蛇は専門家によって回収され、バージニア州やノースカロライナ州に移送されている。文字通り、飼い犬に噛まれる的な。犯罪者が減った。こりゃヘビーだ。気の毒蛇。このヘビに一体何が？ペットショップで自らの体を食べようとしているウロボロスなアルビノヘビ。イギリスのペットショップにて目撃、撮影されたというこの映像は、ガラスケース内にいた販売用のアルビノ生物シバナヘビメス、約5万4500円が、自らの体をまさに食べているというもの。尻尾から食らいついたため輪のような状態となっている。なんでこうなったん？腹減ってんのか？タコも自分の足食べるしな。ヘビの体は一本だから食べたら終わりじゃねえか。不遇の死を遂げた妊娠中のアナコンダ、お腹の子供たちを大量に放出。まだ世に出るはずではなかった両ヘビたちは道路に叩きつけられる形で横たわっていたようだけど、両ヘビたちをご丁寧にも並べてみたドライバーがいたようだ。大事にしても普通のヘビぐらいの大きさなんだな。リアル触手プレイだな。あたしが死んでも代わりはいるの。合唱。かわいそうに。ナムさん、この世を呪わずそのままあの世へ行ってくれよ。さすがにかわいそう以外の言葉がない。ご冥福をお祈りします。緑色の紐？ムチ？とにかく細長いヘビ、ムチヘビさん。あれ？なんか緑色の紐落ちてる？と思ったら頭がシャキーンとな。とにかく細長いこの物体は、ムチみたいな体なので、ムチヘビと呼ばれるヘビの仲間である。思ったより小さかった。こいつは自分がこんなに美しいなんて知らないんだろうな。惜しいな。華奢で可愛い。ヒモヘビを思い出した。凄まじい造形美。綺麗で可愛いな。って言いそう。かわいい。これが最終形態なのか？緑色のモフモフのヘビが発見される。モーラーを思い出した。かゆそう。一部の専門家の話によると、このヘビは東南アジアに生息する水ヘビか、広口水ヘビで体に苔が生えた可能性があるという。巨大な毛虫かと思ったわ。森蔵かな。保護せな速攻で絶滅させちゃうんじゃないかな。光合成で生きてそう。脱皮したら元に戻るかも？ずっとリスのターン。ヘビを襲い捕食しようとするリスの映像。ヘビと出会った野生のリスは、逃げる代わりに大旗のように立て、頭からヘビに近寄っていくことがわかっている。野生のリスはヘビの襲撃をかわすのが非常にうまく、ヘビが、尾を立てた大人のリスを襲うことは滅多にない。たとえ襲ったとしても、ほぼ確実に失敗するという。リスツエー。クソ雑魚だと思ってました。さあせん。ネズミとヘビじゃ瞬殺やろと思ってたのに。ヘビカス雑魚。そんなものかぶせたくらいでヘビが。かわいいじゃないか。ヘビに帽子をかぶせたら思いのほか可愛くなるじゃん。あら、かわいい。思いのほか可愛い。あれ？本当に可愛い。文句なしかわゆす。もともとヘビは可愛いと思ってるけど、帽子かぶせるとますます可愛いな。怒らないの？可愛いんだけど怖い。やっぱり爬虫類可愛い。動物にコスプレは好きじゃないけど、これは反則な可愛さ。ロシアでうたた寝してたらヘビが口から入ってきた。全長 1.2 メートルのヘビを口から取り出す手術が行われる。ヘビの種類や、体内から取り出された時にヘビが生きていたのか、
またどのぐらいの時間女性の体内にいたのかということなども、今のところ不明だという。この蛇は自殺したかったのかな。ヘビーな話やな。鬼が出るか蛇が出るか。うたた寝してヘビ入るかよ。普通苦しくなって目が覚めるわ。おはおろちまる。恐ろしや。全身入っちゃうまで目が覚めない眠りの深さにも驚いたわ。外でのうたた寝でよくそこまで熟睡できるな。さすがに途中でいずきそうなものだが。世界最大級重機で吊り上げられた超巨大なヘビ。ヘビの長さは分かっていない。その他の詳しい情報は分かっていないが移動ために車に乗せるときも大人の男性3人がかりで苦労したという。また種類は南米に生息するボアかボア属のボアコンストリクターと考えられている。ボアコンストリクターは最大で体長 4.3 メートルまで成長するとされ、太い胴をバネのようにして獲物に飛びつき、強力な締め付け力で締め殺す習性で知られる。もしかしたらこの個体はその記録を上回っている可能性もある。尾の方はわずかに揺れる程度だが頭は着実に上を目指している。巨大ヘビっていうか恐竜やん。また世界記録が更新されそう。ドミニカはガチでっかいヘビいるよ。前に空港行きのバスに乗ってる途中ですごく巨大なヘビに出くわしたことがある。その時見た道路の幅いっぱいに伸びてたヘビは今でも自分史上最大のヘビ。ヘビがここまで大きくなれるジャングルの環境にも驚くわ。これからもっと大きなヘビが見つかっても不思議じゃないな。ヘビに足で歩かせてあげたい。4足歩行ができるロボット外骨格を作ってみた。ヘビーアーマー。進化の果てに捨てたのに、人間で言うと寒そうなので全身に毛を生やされる感じ？大きなお世話じゃ。ヘビさんの意志で動かせるわけじゃないのね。ヘビ、打足だね。こんなもん。足で歩くことをやめたヘビに対してなんて嫌がらせなんだ。トカゲじゃねえか。なんか笑った。まつげバサバサのヘビさん。アニメに出てくるやつ。つぶらな瞳すぎる。川よ。ケバくね？ヘビ使いの教育は早期から、2歳児から始めるコブラ先生のいる学級。西インドにある人口600人強の遊牧民バビ族にはある掟がある。子供たちが2歳になると、必ず入るという学習教室があるんだそうだ。その学習教室はヘビ使い教室。有能なコブラ使いになるべく。この村の子供たちは、2歳から10年かけて、この教室で、コブラとの接し方、操縦方法をいろいろ学ぶのだそうだ。文化って面白いな。そういうカーストなんだろうな。赤さんつえー。毒は抜いてあるんだろうけど、怖えよ。ヘビを操るのに笛の音は関係ないらしいな。なるほど、威嚇はするけど本格的に噛むことは少ないのか。1個ずつパラパラだと思うだろ？実はこれ、塊になってるんだぜ。ヘビの卵がくっついている理由。ニシキヘビの複数の卵が塊になる利点について、野生下では母ヘビが卵を狙う捕食者から子供たちを保護しやすくなり、迷子の卵も出さずにまとめて孵化できるから。大抵の人は卵と聞くと、鶏の卵のような殻の割れやすいものを連想するかもしれない。でも多くの爬虫類の卵の殻は柔らかく紙のような質感だ。産卵直後の卵は少し湿って粘ついていて、母ヘビはそれが乾ききる前に全ての卵を寄せ集めてボールのような塊にする。スネークの卵が段ボールだって？ヘビがおとなしくてけなげっぽい。柔らかくて紙のような感触の卵触ってみたいな。すごい初めて見た。でっかいマシュマロみたい。知らなかった。厚さで、ちょいと溶けてくっついたマシュマロ。